鶏筑店のあったかいぶっかけのポロ玉付き、僕の好きな言葉でね、細部に神は宿るっていう言葉です。中央線さあ、お二人でされるんですか？そうです、そうです。ご兄弟ですか？あの機械でご飯を炊くんですか？そうそう。お昼はご飯使うのは何か？うん、丼系あるからね。丼系で、めっちゃ簡単なやつやけど。まあ産地で言うたらもうあっちの南の方やね、宮崎とかね、味のこう核っていうか、はい。しっかりした味を取りたい感じで、こっちは香りっていうか風味を取りたい感じやから。こっちはサバとウルメ、サバ節とウルメ節。漬け出しのだしを今取ってます。こんな感じで、これが沸いてきたら昆布取ってこいつを入れてアクを引いてトータル20分ぐらいかな。ここで28リットルぐらいから40分ぐらいかかるんですよ、この火力で。40分ずっとつけてる状態になるんで、温度の上がっていくスピードが緩やかでしょ、はい、そしたら昆布が溶けやすい。だからあえて早くいくように蓋するっていうか、鶏の胸肉。この鶏は何に使うんですか？これは鶏の天ぷら、煮炊きと筋取る作業。半面でこっちは分けた部位もそれぞれ天ぷらにされるんですか？これ基本的に鶏の天ぷらで、こっちはどうしてもちょっとカットがそんなに大きく取れないんで、ちっちゃい鶏天を使った丼があるんで、主にそっちで使う感じで。他のうどん屋さんとかやってこの麺をガサって取ってバーンって打ちつけたりしてると思うねんけど、うちはああいうことはしないんですよ。柔らかい、こう見えてかなりで押したらすぐ潰れるから、
でこうやってバーンって打ちつけずに、うちはめっちゃめんどくさいけどめっちゃめんどくさいねんけど、これは麺取っていくときに掴んでないんですよ。もう添えてるぐらいでほどいていって伸ばして、そのたんびに打ち粉つけて並べていく。水分量も多いし、こう寝かしてる時間も長いから2日寝かすんですよ、うちは。そうすることでこうしっかり水分がその小麦と接触してその中まできっちり浸透したグルテンができて、でそれがまたこう絡み合ってしっかりその弾力としっかりつながった生地ができるみたいな。これもう沸く手前なんですよ。これぐらいになったら全部取って、ただでもね、これだけはね、これだけやったら全然味ない。で結局こいつのグルタミン酸とこいつのイノシン酸って掛け算になるんで、片一方だけやったら味がないんですよ。でイノシン酸は温度が96度とかぐらいじゃ出てこないんで、この状態をキープするんだけど、一旦沸かします。ほんならこれで沸騰して混ざらんように火調整して、これを一旦きれいに取ります。うちはもうこれはかけだし専用です。そうなんぶっかけのベースはまた別物なんで、ちょっと寒くなってきたんで、よく出るようになったんじゃないですか。めちゃくちゃね、4倍ぐらいちゃうかな。そうです。出る量は出して、ちょっと今こう水というか香りをちょっと落ち着かせます。こっちに入ってる返しは何を使ってるんですか。まあ別に醤油、砂糖、塩、みりん、それに負けへんようにさっぱりしただしじゃなくて、まあ、そのままざるそばのつゆでもでお米炊けたらこうやって切ってやって、ちょっと空気当ててやると表面が結構プリッとしますね。すごい香りするでしょ。この油は昨日使ったやつをまあ半分新しいのに刺して、唐揚げとかベースで、これは昨日の間はもう冷蔵して置いてます。でこっちはもうまっさらの油を入れていきます。なので天ぷらとか、まあエビとかが基本こっちで揚げていく感じで、色づきの問題あるので、唐揚げなんかはやっぱりちょっと使ってやった色もついてる油の方が、まあ揚がりも色づきいいし、ちょっとコクあるし。米さんどうぞ。はいどうぞ。こちらから4分30お願いします。
以上でいいですか。ぶっかけは冷たいの熱いの。冷たいので。野球選手やなと思って。こうやっぱ麺の硬さとかこう触って13分ぐらい茹でるんですけど、目安なんですよ、やっぱり。もう誰も教えてくれないんで、神様いてるわけじゃないから大体これぐらいで茹で上がってくるだろうなっていう予測で大体の目安をタイマーかけてて、でもやっぱりその前後するんですよ。もうちょっと茹でてあげた方がいいとか、もうちょっとこう締まった状態にしてあげたらいいとか、それ茹で釜の中のこの状態を常時見てやる必要があるんですよ、タイミングでね。でね、兄とあれやる口がね、同時進行。もりもりに入れていい。ライバルですか。だけどね、境がないからね黒い部分は炊いてあげて、青い部分は香り残すために。はい、お待たせした。いいやつがまた流行ってるのがあれ、なんか私もいいかなと思うけど、やっぱりなんか黒いところをそういうのを見ると暗くって大根おろしはね、朝に振らないんですよ。僕の好きな言葉でね、細部に神は宿るっていう言葉ですよ。そのディテールにこだわるっていうのがね。鶏チク冷や温玉のせでネギ抜き、鶏冷やとろ玉追加でお願いします。1
ぺんに茹でないです。面倒やけど半分ぐらいでどんどんそのあでマヨネーズも一緒に入れるんですね。これで卵の代わり。卵やともう1個に対して何グラムっても調整できないでしょ。これやったらそのいっぺんにっていうか必要な分だけ作っていけるから、それさえやったらいいんだろうけど。あれっしょー。どうもあれっす。お気に入りっしょー。筑前ぶっかけのあったかいのっていきますよ。
点は3枚なんですよ。で、3種類で味変えてるんで、ただこの鶏チクの時は1枚になるんで、ちょっと、柚子胡椒メインでランダムでって感じですかね。これぶっかけになってるんですけど、多分かけ出しのはい、ではエビ天はい。どうぞ。いらっしゃいませ。おいといさん。こちらのお席どうぞ。酒の温かい麺に。はい、すみません、失礼します。レモン絞られたら小皿にお入れください。はい鶏チク天は冷たいぶっかけの大盛りでレモン絞られた小皿に入ってください。はいどうぞ。お味いかがですか？あ、めっちゃ美味しいです。美味しいです。お店よく来るんですか？たまに来てます。あ、そうなんですね。コシがあっていいです。はいお待たせしました。どうぞ。失礼しました。冷たい。じゃあぶっかけでご用意しますね。ネギ大根おろしでも大丈夫ですか？冷やぶっかけでレモン絞られた小皿におってください。晴れたじゃん。
けて大丈夫なんかな。それもう先出すから。あちらでお気をつけください。お味いかがですか？めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。何で知られたんですか？私をネットで見て、来る予定があったので、うどんが好きなんで、あ、そうなんですか。あちこち食べる。やっぱ他のうどん屋さんと違ったりしますか？あ、麺のもちもち、コシが全然違います。鳥天鶏天カレーだ。鶏柔らかい。昆布うどんの先だ唐揚げの冷たいぶっかけうどんで。はいどうぞ。豚肉のうどんです。セットの丼すぐにお持ちしますので。すいません。はい、どうもいいです。お味いかがですか？美味しいですね。お味どうですか？美味しい人。美味しい美味しい美味しい。手上げとる。美味しい美味しい鶏筑天のあったかいぶっかけのとろ玉付きレモン絞られた小皿に押してください。うちまだ厨房広いからよかったよね。はい、お待たせ。大盛りで、お熱いで気をつけてください。初めて来て、初めてですか？どうでしたか、お味は？美味しかったです。一番今まで食べたうどんの中で一番美味しかったです。そんなにですか？でも確かに美味しかったですね。鶏天もめっちゃ美味しかったです。こんな風にね、熱いうどんでこう麺線整えるとこも少ないしね。はい、それともちくわに身をかけて。これじゃすぐ出しますね。堀さん、天王か。お熱いんで気をつけてください。出汁がお店来られるのは初めてです。初めてですか？ツルツルで、噛み応えもあるというか、コシがある。お二人の推しはそうです。じゃあ俺が行く方向に一緒に行けば。僕が20代サラリーマンしてた時の得意先の専務でした。そうなんですよ。で、都市が1個しか違わなくって、まあなんかもうほぼ、そうね。はい、はい、懐かしい限りでございます。
もう真夏が地獄の仕事でしたよ。真夏に全部集中するんで、そういうのをもうお互い乗り越えた中で。何年ぐらい建築の？僕は約10年ですね。10年。はい、20代全部だから修行もせずにこれになってるんで、じゃあ建築師匠は誰もいないです。誰もいない。だからこう固定概念がないんですね。そういうことです。もうで、そういうことです。うどん屋としてこうやらないといけないとかそういうルールが僕らにはないので。丼まず渡します。はい、踊ります。じゃあ娘に聞いてあげて。東京から来られたんですよね。はい。東京のおうどんと違ったりしますか？全然違う。全然。柔らかさとか、天ぷらのもう味、美味しさが全然違う。どっちの方が好きですか？今こっち。じゃあまた遊び来ます。すみません。ごちそうさまでした。ありがとうございました。めっちゃ早いですけど、良いお年を。良いお年を。じゃあごちそうさまでした。ありがとうございました。ですけど今おいくつになられるんですか？僕はね、来月で45です。ここのお店は今何年になるんですか？僕が開業したのが31の時なんですよ。だからもう14年。来年の2月で14年。梅田の地下街で11年半やったのかな。じゃあちょっとお店は広くなったんですか？だいぶ昔の店はね、5坪しかなかったから、めっちゃ狭くてね、そこで全部やってたからね、一番多かった時で130人来たかな。お兄さんが開業された時から一緒にされてたんですか？2人で開業したり感じですね。2人でされたんですね。その驚かなかったですか？その急にうどん屋やるってなって。もともとはね、ベースがあったっていうか、うちの親がずっと長いことその第3ビルの場所で駅そばみたいな店やってたっていう。それると。ゆっくり流してあげると、が麺に対してこう置くんじゃなくてこう置いてあげると綺麗ですね。ちょっとそぼろが
固まったような状態なんです。まだこれバラバラなんですよ。でこれに何日ぐらいですか？これ練ったのは金曜日。金曜日の夕方。じゃあちょうど2日前ですかね。2日前。そう。分離する人とかもいてますけど、うちはもうこの機械で。もう朝麺打ったらもう粉まみれになるからね。で今ベタってなった状態で、これをこうまた重ねていくんですよ。はい。それをこう追い込んでるから層になりますよね。層ができて、でまたこれがこうぐーっと平らになって、だから今度逆をこう折るんですよ。はい。そうすると両サイドが中に入ってくるから均一化される。重ねれば重ねるほどこの生地自体は硬質になるんですよ。硬くなる。要はその密度が上がっていくから。その代わり隙間がなくなっていくんでね、はい、要はその伸ばしきってないやつをまた折り込んで伸ばしてってやるんで、必ずその生地の中にものすごく細かい隙間がある状態なんですよ。でそれを何回もやっちゃうとどんどん密度が上がるんで隙間がなくなっていくんですよ。っていうことはものとしては固形になるから硬くなるんだけど、硬いっていうだけになるんですよ。要はそれは食べた時の弾力とかにならないんですよね。普通の人はもう1回ぐらいやるんですけど、僕はもうここで止めるんですよ。あえてちょっと緩いぐらいのね合成感ではいくんですよ。これでね、わかる？ちょっと見るか。こういうことこれ隙間があるでしょ。はい、でこれなんとなくこの層になってるでしょ。この段違いになってる層があることによって、要はここは茹で上がっても空洞のまんまなんですよ。ここは柔らかくなるんですけど、ここに水分だけ込むんですよね。はい、だから中がみずみずしくってもちっとする。もちろんその粉自体の生地自体の弾力もあるけど、そこに水分が空気が抜けて水分が入ってっていうので、その弾力、二次的な弾力も出すっていうのが目的。なるほど。はい。僕ねこれつけん防塵マスクでないともう、アナフィラキシーショックが出るからね。小麦吸い込むと食べる分にはまだいいんですけど、はい、粉体で吸い込むともうすごいことになるんでまあやらざるをえんからやってるけどまあだから近い将来もう多分うちはもうできなくなると思う。日によったらもう全然ダメな時もあるし、だからもうよく来てくれるお客さんにはもう今のうちやでもういつできんくなるよりかは分からへんから、まあ多分そんなもう2年とか3年とかはもう多分絶対できんと思う。もう悪くなっていくスピードの方が速いからね。ガッツしないことがあるから今は基準で 3600cc 入れてるんですけど、その時の加減で 50g 増やしたりわずかちょっと減らしたりみたいなことは、でこれは増軟水。リンゴ酢、はい、米酢とかは使わないです。果汁酢です。これはもう粉の量に対して 1% も攪拌します。
かかったお酢を入れます。で、加水ができたわけですね。小麦粉に接触していく感じになります。というのは止めずにだいたい2回に分けるぐらいっていう感じ。いいですね。いいですね。ちょっとモロモロっとした感じ。モロモロっとしてるんだけど水はしっかりついてる感じ。粉っぽくない。明日とか明後日とかにプレスして麺打つっていう感じだから、これなんかはそうね、これなんかはもう今朝打ったやつなんだけど、これでもまだどんどん時間が経っていってるんで、この中でもまだまだ浸透していってるから、この間プレスして切った時よりもここの麺がよりこう結合されてるっていうか、乾いてない状態っていうか、しっとりしてると思うんですよね。こうなると中がしっかり熟成されてる、反発しない、しっかりこの小麦粉から麺になる、麺生地になるっていう感じ。アレルギーなのに誰よりも小麦に詳しいっていうかいや僕よりもそれはメーカーさんとかの小麦のメーカーさんの方がもっとね、こう小麦の個性として知ってるけど、まあたかがうどんでたかが麺なんだけど、魚とか野菜とかっていうとこうまあもう地球の産物じゃないですか。大地と海の産物で、まあ肉とかちょっとこう人の手がだいぶ介在してる部分があるんで違うんですけど、ただでもこれはこいつだけではどうしようもないんですよね。これだけではどうしようもないんですよ。これだけむしゃむしゃ食えるわけじゃないんで、しかもこれをこうじゃあこれ水溶いただけで美味しいかって美味しくないし、これをこう別に焼いても全然美味しくないし、でこいつだけで本当どうしようもないんですよ。やっぱりこいつに対して無責任ではダメなんですよ。だからその感覚的にこれがいいとかっていうことも大事なんだけど、そのメーカーさんとしっかりディスカッションして、あ、こいつはどういう産地でどういうものから作られてて、どういうふうな過程をとってこの状態になってるか、どういう技術でもってこの状態にしてるかで、メーカーさんがこいつで意図してることはどういうことなのかとかっていうのを一個一個しっかりこう僕なりにこう理解して、できることならこいつたちのポテンシャルを 100% に近い、もしくは 100% 引き出すことを模索するってことですよね。小麦アレルギーっていうのはもともとあったんですか？ないです。やりだしてからですか？やっぱり小麦アレルギーなんかなっていうのが分かりだしたのが、商売やり始めて8年ぐらいかなした時ぐらいに、どうも小麦粉触ってたらくしゃみ出るなっていう感じ。まあその時はまだそんなにたまに出るぐらいだった。いや、それがこう頻度が高くなっていって、で4年ぐらい前かな、4年ぐらい前にはもう小麦粉ね、こう計量すると舞うじゃないですか、はい、あれを計量してるともうくしゃみが止まらなくなってきだして、これは小麦アレルギーかなっていうので病院、耳鼻科で検査してもらったらきっちり小麦アレルギーありますよって、まあ簡単な気持ちで始めてやりだして、やりだすとこうね、もう当初はもうすっごい暇で、もう梅田のど真ん中でやってんのに1日にお客さんがもう30人来ないとか、昼も夜も営業して30人来ないとか、もう下手したら
15人ぐらいしか来えへんかったとかあったんで、もうほんまにどうしようっていうことも多かったんですけど、まあでもその時にこう来てくれるお客さんがいてたんですよね。その時の常連さん、その人たちがいてるからやめれなかったっていう。でやめれねえからなんとか流行らさなあかんっていう感じで、だから今とその当初って比べると全く違うことやってます。全く違うことやってる。で今から思ったら昔ようあんなんで金取ってたなっていうくらいなんで金取ってたなっていう。まあでもその頃からずっとまだ来てくれするお客さんもいてるし、でだから感謝してるんですよ。僕らはもう毎日そうやって来てくれるお客さんをもうほぼ実験台みたいな感じにして毎日やってきたんですよ。得体の知れへんやつらがやってる店に勇気持って飛び込んで入ってきてくれたお客さんばっかりなんですよね。今から思えば、だからその人たちの期待を裏切れない、その人たちの気持ちを裏切れないっていう気持ちが強くて、まあ小麦アレルギーひどくなっていってるけどまだ頑張ってやってる感じです。